ゲームディレクターをやっています富山圭一郎です。今はソニーインタラクティブエンターテインメントジャパンスタジオでクリエイティブディレクターをやっています。僕の住んでいる家の近くにはすごく昔からある古い商店街があって、ちょっとそこは日本の昭和の風景というか、自分が子供の頃に過ごしたようなちょっとそういう懐かしい風景があるので、そういうのすごく気に入って、そこを通って会社に行くという生活をしています。僕は1994年かな、プレイステーションが発売になる年にゲームの仕事を始めて、最初はいわゆるアーティストというか CG を作ったりしていました。結構早い時期にディレクターやってみないかと言われて、サイレントヒルなどを手掛けて、それからその後にソニーに移ってサイレンシリーズなどやっぱりホラーを中心に手掛けてきたんですが、最近ちょっと全然違う世界観のものをというところでグラビティデイズシリーズをまずは PS ビータで出して、今プレイステーション4向けにグラビティデイズ2を開発しているというところです。今日は本当は休みの日なんですけど、会社に行って最後の調整をやるという、そういう時期になっていますね。グラビティデイズはやっぱり学生時代から好きだったバンドですね。特にやっぱりメビウスのアンカルっていう作品のすごくビルとか建物がどこまでも続く中を人が落ちていっているあの絵っていうのにすごくインスパイアされたベースのイメージがあって、それをどうやってゲームにできるかっていうところはなんていうかずっと心のどこかに昔からあったんですけど、その中で通勤途中とかでもっとこの平らな退屈な道がもっと坂とかだったら早く着いて楽じゃないかなみたいなことをぼーっと考えていってたりとか、そのあたりがそのメビウスのイメージとくっついてって、だんだん形になってきたのがグラビティデイズっていう作品です。僕のゲーム作りの特徴になるのは、街っていうかな、街とか村とかそういう舞台のところから入っていくのが特徴かなと思っていて、でそういうなんかちょっと変わった何か成り立ちの場所があったら、そこに主人公というかプレイヤーが入ったらどういう何が起こるのかなみたいなところで、とにかく場所をすごくなんていうか細かく組み立てるっていうところにはすごく力を入れています。これまで作ったゲームのシリーズでもやっぱりまずはサイレントヒルってタイトルにもなっているぐらい誰もいない街で、それ以降サイレンシリーズでは埴枝村という日本の山奥の村だったり、でもグラビティデイズではヘキサビルっていう街だったりとか、とにかく本当に街のオリジナリティというところにはすごくこだわっています。ゲームの魅力、本当に一言では言い表せないんですけど、なんていうんですかね、決まった型がないところかなと思っていて、ストーリーを出さなければいけないって決まってるわけでもない、でもストーリーを出してもいいみたいな、とにかくプレイヤーが刺激を受けて楽しいと思えることだったら何をしてもいいという、すごく自由などんどん変化するところっていうのがすごく魅力だと思っています。
今日は少し時間が早いんですけど、休日だっていうことで、プロデューサーを誘って普段思っていることをとかも飲みながら話そうとかというところで、ちょっと早めに近所の飲み屋に出てきました。磯峰さんは実は同じ部署でずっと長くやっていたんですけど、グラビティの仕事を始めてから一緒に組むようになって、ただなんかすごく相性がいいというところで今は二人三脚でやっています。池田さんは実は僕の大学の同級生だったんですけど、その後は全く別の仕事をしていたんですけど、たまたま縁があって今一緒に仕事をしています。無理でしょ。おいさえないよね。いや黄色に黄色はね。これも黄色じゃん。すごいあまたのいろんなもののこうオマージュとか引用だらけですけど、サイレンは特に大きいのは四季あ、そうなんだ。とバトルロワイヤルと藤子不二雄の流血鬼とか。あれはどっちかというと2ですね。2か。2の方に濃く生きてます。サイレンで一番特徴的にやりたかったのがゲーム2のこう主人公っていう一人称にバッと没入するっていうのを本当村を俯瞰してるようなイメージのゲームっていう、でもだけどこう一人一人群像劇っていうことなんですけど、でその時間軸とかを厳密に管理じゃないけど描いて、その臨場感というか、そのバラバラなんだけどその辺この時間とこの時間でっていうその空白の時間を想像ここまで移動するのに大体何時間とか全部すごい綿密にね頑張って計算してエクセルで作るんです。なるほどなるほど。あの時はもっと売らなきゃっていうのがあったから、要は簡単だったらもっと売れたのにとか売れるのにってすごい言われて、やっぱさすがにちょっと動揺しちゃって。まあしますよね。逆これ。逆って無理だ。無理。無理。あ、それはでもちょっといいかも。いやダメ、まあいいや。今日はまだ少し時間があるので、まだちょっと飲み足りないので、うちの家の近くにある日本一小さな映画館と言われているシネバノベチェントという店に行こうかと思っています。シネバノベチェントという店はですね、実は去年できたばっかりのすごく新しい店なんですけど、もう今フィルムをかける映画館っていうのはもうどんどんなくなっている中で、その昔からフィルムの映画が好きな支配人が、フィルムをやる映画館っていうのにこだわって自分で手作りですごく小さい映画館を作ったっていうかなり変わったお店です。最近の映画ってなんかすごく大きいハリウッドの映画とかが多い中で、僕としてはちょっと昔の手作り感あふれるというか、フィルムの匂いが残っているそういう映画に触れるのはすごくなんですか、気持ちが安らぐ体験になるので、こういうノベチェントみたいな店で見ることが多いです。自然体という言葉で表せるようなことかなと思ってます。何かに影響を受けて作ったりとかがやっぱり多いんですけど、その中でもやっぱり自分が感動したことであったり、本当に自分が普段思っている些細な、不満とかそういうことでも何でも、とにかく自分らしいその自分としてまっすぐ理解できる感覚のものを作品にも込めるっていうところにはこだわっていきたいと思ってますね。